あの、あなたは今海外の空港のラウンジにいるとちょっと想像してみてほしいんです。よくあるシチュエーションですよね。ですよね。で、搭乗までの待ち時間にふとスマホを取り出してフリー Wi-Fi みたいな名前のネットワークにつなぎます。ああ、それ一番危険なやつです。はい。だから通信が丸見えになっちゃうのが怖くて、いつも使っている VPN アプリをオンにして通信を暗号化する。なるほど。セキュリティ意識が高いですね。ええ。でも実はここからが今日の本題なんです。あなたが今やったその何気ないタップが今立っている国によっては深刻な犯罪行為になる可能性があるってご存知でしたか？ああ、それは本当に怖いところですね。私たちはインターネットを世界中どこでも同じルールでつながるものだと思い込みがちですが、現実は全く違いますから。本当にそうですよね。国境を越えた瞬間に身を守るための盾が突然法律違反の爆弾に変わってしまう。今日はそんな海外渡航におけるデジタル上の地雷犯について容赦なく切り込んでいきましょう。はい。出張や海外旅行で現地の Wi-Fi を使うあなたのために VPN に潜む法的リスクの最前線を徹底的に深掘りしていきます。今回もかなり幅広い情報源をカバーしていますよね。そうなんですよ。今回はノートンとかノード VPN、あとカスペルスキーといった世界的なセキュリティ企業が公開しているグローバルデータからですね。それに加えて日本国内のミレン VPN の公式見解も入っていますし、はい。あとガジェット専門家のマクリンさんの分析とか IT ホーム専門メディアのベンチャー広場、さらに海外在住クリエイターのミキちゃんさんのリアルの声まで膨大な資料のエッセンスを抽出しました。これだけ多角的な視点があればかなり本質に迫れますね。ですね。法律の専門用語は極力避けて、知識ゼロの旅行者の方でもなるほどと思えるように分かりやすく解説していくので安心してください。VPN を防法とか違法というテーマはネット上に断片的な情報が溢れていて非常に混乱しやすい領域ですからね。なんかやっていいことをダメなことのリストだけ見てもピンとこないじゃないですか。そうなんですよ。だからこそ表面的なルールではなくてなぜそうなるのかという背後にあるメカニズムと法律のロジックを解き明かしていきたいと思います。いやー、面白くなってきましたね。ただ、いきなり海外の怖い話をする前に、まずは基準となる日本での VPN の立ち位置をはっきりさせておきたいんです。まずは足元を固めるのは大切ですね。よく VPN の仕組みを透けない頑丈な封筒って表現しますよね。はい、よく使われる例えですね。でも、これだけだと少し説明不足な気がしていて、なんか封筒を二重にする感覚に近いと思うんですよ。なるほど。二重封筒ですか。それはわかりやすいですね。例えば私が誰かに手紙を送るとき、まず自分のリクエストを頑丈な封筒に入れます。そして、それをさらに別の大きな封筒に入れて、信頼できる仲介人に送る。その仲介人が、つまり VPN サーバーというわけですね。その通りです。仲介人は外側の封筒を開けて中身を取り出し、今度は仲介人の差主住所を書いて、本来の目的地に送ってくれる。完璧な例えです。専門用語で言えば、それがカプセル化と IP アドレスのマスキング、つまり秘匿化のメカニズムですね。なるほど、カプセル化。あなたのインターネットプロバイダー、つまり郵便配達員は、あなたが仲介人に封筒を送ったことしかわからない。はいはい。そして最終的な届け先であるウェブサイト側も、仲介人から手紙が来たことしかわからない。あなた自身の元の住所は完全に隠蔽されるわけです。ですよね。で、日本においてこの仲介人にお願いして住所を隠してもらうこと自体はミレン VPN とかサーフシャークの公式コラムを見ても完全に合法なんですよね。完全に合法です。通信の秘密やプライバシーを守るためのごく正当な権利として認められています。だから一般ユーザーが使うだけで警察に捕まるようなことは絶対にないと。その通りです。日本をはじめとする多くの民主主義国家では個人の通信のプライバシーは強く保護されていますから。じゃあカフェの無料 Wi-Fi で VPN をオンにするのは？それは自分自身の身を守るための極めて正しい防衛策ですね。セキュリティ専門家も強く推奨している行動です。でもここで一つの疑問が浮かぶんです。ツールそのものが方法でシステムとしても安全なはずなのに、なぜ VPN を使って逮捕されたみたいなニュースとか警告が存在するんでしょうか？なるほど。そこが一番誤解されやすいポイントですね。仲介人を使うこと自体が問題じゃないなら、一体何がアウトなんですか？それはですね、サイバーセキュリティ .jp のような専門メディアが常に注意喚起しているポイントなんですが、
ツールの合法性と行為の違法性を混同してはいけないということなんです。ツールと行為ですか？あなたの先ほどの例えに戻りましょう。仲介人を使って封筒を送ること自体は自由ですよね。はい、自由です。でも、その封筒の中に他人のシステムを破壊するウイルスを入れて送ったり、違法な薬物の取引内容を入れたりしたらどうなりますか？なるほど。仲介人を使って送信元を隠しながら違法な映画をアップロードしたり、詐欺行為を働いたり、誰かを誹謗中傷したりってことですね。まさにそれです。いくら合法な封筒を使っていても中身が犯罪ならアウトですよね。確かに、封筒を使って犯罪の痕跡を隠そうとしているだけで、やってることも犯罪そのものですからね。そうなんですよ。VPN は通信の痕跡を追いにくくする強力なツールですが、それを使って犯罪行為を行った場合、当然ながら各国のサイバー犯罪に関する法律で裁かれます。つまり、匿名性を悪用した犯罪が違法なのであって、VPN の利用自体が違法なわけではないんですね。その通りです。そこをしっかりと切り離して考えることが非常に重要です。ツールと行為は切り離して考えろと。そこまではすごく納得できるんです。ただ私たち一般のユーザーが一番直面しやすいグレーゾーンって、ハッキングや詐欺じゃないですよね。もしかして動画配信サービスの利用のことですか？そうです、それです。出張でアメリカのホテルにいるとき、どうしても日本のドラマの最新話が見たい。でも、普通にアクセスすると、お住まいの地域では視聴できませんって弾かれるじゃないですか。よくあるブロック画面ですね。そこで、さっきの日本の仲介人、つまり日本の VPN サーバーを経由してアクセスすると、見れてしまうんですよね。これって警察が踏み込んでくるような犯罪なんですか？ここは本当に面白いところであり、非常に重要な分岐点ですね。ガジェット専門家のマクリンさんの考察や IT ホームを扱うベンチャー平場の解説を総合すると、ここには明確な線があります。どういう線引きですか？結論から言うと、それは犯罪、つまり法律違反ではありません。ちょっと待ってください。犯罪じゃないんですか？でも、ネットフリックスとか Amazon プライムビデオって VPN 経由のアクセスを必死にブロックしようとしてますよね。確かに厳しくブロックしています。でも、彼らがブロックする理由は、国家の法律を守るためではないんですよ。じゃあ何のためなんですか？コンテンツのライセンス契約を守るためです。ライセンス契約？はい。映画やドラマの配信権というのは、国ごとに細かく売買されているんです。日本国内でのみ配信していいですよという契約で買っている作品を、アメリカにいるあなたに見せてしまったら。動画配信サービス側が映画会社から契約違反で訴えられちゃうってことですか？その通りです。だから動画配信サービス側は、さっきの仲介人、つまり VPN サーバーの IP アドレスのリストを常に更新しているんです。なるほど。この住所は VPN の仲介人だな。ここからのアクセスは遮断しようって弾けるわけですね。はい。そして、ここからが核心なんですが、あなたが VPN を使ってアクセス制限を突破しようとする行為は、国家が定めた法律に違反しているわけではないんです。ということは？あなたと動画配信サービスという一企業との間で結ばれた利用規約に違反しているんです。なるほど、めちゃくちゃすっきりしました。つまり、最悪のペナルティは逮捕されることじゃなくて、アカウントを強制解約されることってことですね。そういうことです。エンジニアの知恵袋などの解説チャンネルでも強調されていますが、規約違反、つまり契約違反と法律違反である犯罪は次元が全く異なります。はいはい。もちろん、規約違反によってアカウントが停止されるリスクは自己責任として負う必要はありますが、手錠をかけられる心配をする必要はありません。これは多くの人が混同している部分ですよね。だから VPN で動画を見るのは違法だみたいな極端な誤解が生まれるんですね。企業との約束を破るリスクと国家の法律を破るリスクは全然違うと。その区別は本当に大事です。さて、ここまでは私たちがデジタルの世界だけで国境を越え合うとした時の話ですよね。そうですね。しかし、私たちが物理的に飛行機に乗り、自分の肉体ごと国境を越えた場合、話は根本から変わってきます。ここからが海外渡航者のリアルなリスクの話ですね。日本では仲介人に住所を隠してもらう権利が豊富でした。でも世界にはそもそもその仲介人と通信すること自体が重罪だという国がある。これが一番怖い部分ですよね。NordVPN がまとめている世界各国の規制状況データや、海外在住者の視点で発信しているミキヘチャンさんなどの警告を見ると、その過酷な現実がよくわかります。具体的にはどの国ですか？代表的なのは中国、ロシア、北朝鮮、イランといった国々です。うわー、やっぱりそのあたりですか。はい。
これらの国では、政府が認可していない VPN の利用は厳しく制限されているか、完全に違法とされています。ライセンス権を守りたい企業とはもう次元が違いますね。なぜ国家レベルで VPN を禁止するんですか？それはですね、情報のコントロールのためです。情報のコントロール？ええ。これらの国は、国民がアクセスできる情報を政府が検閲するための巨大なファイアウォール、つまり検閲システムを構築しています。ああ、政府にとって不都合な海外のニュースとか SNS を見せないためですね。その通りです。VPN は、その検閲の壁にトンネルを掘って、外の世界とつながるツールですから、政府からすれば、体制を脅かす危険な存在なんですよ。でもさっきの二重封筒の仕組みを使えば、中身は暗号化されているわけですよね。はい。中身は見えません。じゃあ、私が単に日本の家族と LINE をしているのか、それとも禁止されたニュースサイトを見ているのか、中国やロシアの政府にはわからないはずじゃないですか？それでもバレるんですか？そこが現代の監視テクノロジーの恐ろしいところなんです。DPI、つまりディープパケットインスペクションという技術が使われています。ディープパケットインスペクション。なんか難しそうな言葉ですね。簡単に説明しますね。政府の検閲システムは、封筒の中身、つまり暗号化されたデータ自体は読めないんです。はい、そこは暗号化されてるから安全だと。しかし、封筒の外側の形や重さ、あるいは通信のパターンを精密に分析するんです。外側を分析するんですか？ええ。中身は読めないが、この通信のリズムやデータのパケットの形は、明らかに VPN 特有のプロトコル、つまり通信手順を使っているぞ、と見抜くわけです。うわ、封筒の中身は見えないけど、触った感触とか重さで、これは VPN っていう怪しい仲介人宛ての封筒だって特定しちゃうんですね。その通りです。そして、その通信ごと強制的に遮断してしまうんです。恐ろしい技術ですね。はい。そして、もしあなたがそうした国で無認可の VPN を使って摘発された場合、知らなかったという言い訳は一切通用しません。旅行者であってもですか？ええ。旅行者であっても現地の法律が適用されます。高額な罰金を課されたり、最悪の場合は拘束されたりするリスクがあるんです。ちょっと待ってください。じゃあ、出張や旅行で中国とかに行くとき、一体どうすればいいんですか？日本の感覚で空港の Wi-Fi につないだ瞬間にスマホにもともと入っていた VPN アプリが自動的にオンになってしまったら。だからこそ、事前の準備と知識が命だなんです。事前の準備？ええ。セキュリティ企業のカスペルスキーやノートンが推奨する正しいアプローチは、まず、後先の国の法律を事前に必ず調べることです。行く前にその国の VPN の扱いをチェックすると。はい。もし VPN が違法な国に行くのであれば、現地の法律に従うしかありません。無用なトラブルを避けるために、和答前にデバイスから VPN アプリを削除するか、絶対に自動接続されないように設定を見直す必要があります。自分の身を守るための盾が場所によっては自分を犯罪者にしてしまう凶器になるなんて本当に怖いですね。そうなんですよ。設定の確認を怠ると取り返しのつかないことになります。じゃあ逆に VPN が合法な国、例えばアメリカとかヨーロッパ、東南アジアなんかに旅行するときはどうですか？その場合はですね、むしろ絶対に VPN を使うべきです。絶対にですか？はい。海外のホテルや空港、カフェの無料 Wi-Fi というのは、驚くほどセキュリティが脆弱で、ハッカーの格好の標的になっていますから。フリー Wi-Fi は危ないってよく言いますもんね。ええ。ただ、ここで一つ重要な安全基準があります。無料の怪しい VPN は絶対に使わないことです。アプリストアで検索するとたくさん出てくる完全無料みたいなやつですね。それです。仲介人にタダで手紙を運ばせるということは、その仲介人はあなたの手紙をデータ、つまり閲覧履歴や個人情報を第三者に売って利益を得ている可能性が高いんです。うわー、プライバシーを守るために VPN を使っているのに、VPN 業者自身にデータを抜かれてるんですか？そうなったら完全に本末転倒ですよね。確かに。じゃあ初心者はどうやって選べばいいんでしょうか？ NordVPN や Norton のような専門家が推奨する信頼できる有料プロバイダーを選ぶのが一番です。ノーログポリシーといって通信記録を一切保存しないと明言しているサービスですね。なるほど。有料でしっかり実績のあるところを選ぶと。はい。そしてそれを日本にいるうちからインストールして正しく設定しておくことが安全な旅行の鉄則です。
現地に着いてから慌てて探すのは危険ですから。現地の怪しい Wi-Fi につないでからダウンロードしたら元も子もないですもんね。もし現地で VPN がつながらないなどのトラブルに巻き込まれたら、ホテルの優先 LAN など少しでも安全なネットワークを探して、公式のサポートに連絡するのが賢明です。いやー、今回はいろいろな思い込みがひっくり返りました。私、これまで VPN のこと単なる広告ブロックアプリくらいの軽い感覚のデジタルツールだと思っていたんです。多くの人はそう思っていると思いますよ。でも実際は、著作権のライセンス契約から国家の検閲システムまで、ものすごくリアルな物理世界のルールと密接に絡み合っている存在だったんですね。まさにそこがテクノロジーと法律が交差する一番面白い、そして恐ろしい部分です。私たちはインターネットを国境のない自由な空間だと信じていますが、実際には物理的な法律によって見えない壁が何重にも張り巡らされています。これ考えれば考えるほど深いテーマですよね。世界中の人々が公共 Wi-Fi の危険性やサイバー犯罪から自分の個人情報を守るために VPN のような強力な暗号化ツールを必要としている。これは絶対的な事実です。ええ。自分の身を守る正当な権利ですよね。でも一方で飛行機に乗って物理的な国境を一つ越えただけでその自分を守るための当然の行動が国家に対する犯罪に反転してしまう。ええ。サイバーセキュリティという個人の基本的人権と情報を統制したいという国家の主権。この2つが真っ向から衝突しているのが今の VPN をめぐる世界の現状なんです。デジタル技術がこれだけ進化してどこにいても世界中とシームレスに仕事ができたりつながれたりする時代にですよ。未来のグローバルの窓である旅行者たちは一体どうやって真のデジタル上の安全と物理的な法律の痛さみを乗り越えていけばいいんでしょうか。それはテクノロジーの進化だけでは解決できない私たち人類がこれから直面し続ける大きな課題ですね。グローバルな法整備が追いつくのが先か、それとも国家の壁を完全に無効化する新しい通信技術が生まれるのが先か。本当に考えさせられます。次にあなたが海外の空港で Wi-Fi につなぐとき、画面の向こう側で動いているこの巨大なメカニズムと目に見えない国境の存在をきっと思い出すはずです。ええ。今日の話が皆さんの安全な旅の役に立てば嬉しいですね。今回の徹底解説はここまでです。あなたのデバイスと、そしてあなた自身の旅の安全を祈っています。次回も知的好奇心を刺激するディープなテーマでお会いしましょう。